はい、皆さんこんにちは。キャラメルです。今回もですね、ハイアンドロー、未回収の伏線5選ということでやっていこうと思います。はい。今回もね、ハイローに関して話していこうと思います。早速ね、一つ目から見ていきますと、ハイロー史上最大の伏線というところで、バルジですね。バルジとはというところで、次ね、ハイローに関する動画上げようと思うんですけれども、内容としてはね、バルジの正体にね、迫っていくね、動画上げるんでね、皆さんね、チャンネル登録して、待っていただけると幸いでございますね。1週間ほど前にハイアンドローね、復習と言いますか、見返して重要なね、手がかり見つけちゃったんで、皆さんにね、お伝えしたいなと思って動画を作ろうと思います。だから今回ね、ちょっと軽くね、触れますね。はい。で、バルジっていう名前が出たシーンを箇条書きしてみました。はい。で一番最初がエンド・オブ・スカイですね。はい。ジェシーがサンキングス刑務所で囚人と喧嘩して勝った後に余韻に浸っている時に看守がおいジェシー、バルジがお呼びだっていうね。これが一番最初のシーンですね。バルジが初登場というところで。で、その後にジェシーが出所して、で、マイティウォリアーズのクラブにね、潜入して、で、そこでマイティウォリアーズのメンバーと久しぶりに再会した時に、この喧嘩に興味のある最高のスポンサーを見つけてさっていうところで、この喧嘩っていうのは告白堂の戦いですね。エンド・オブ・スカイで、ダウトとマイティウォリアーズ VS スウォードってあったじゃないですか。それですね、この喧嘩っていうのは。で、興味のある最高のスポンサー、これは、あれですね、バルジですね。を見つけてさっていうところでね。はい。で、ファイナルミッション移りまして、で、その告白堂の戦いで、そのマイティとか、ジェシーとかフォーも含めて、たくさんね、やっぱり報酬もらえたんですよ。バルジからね。で、その報酬をみんなで山分けしてるときに、マイティの唯一の女性であるセイラが、なんかその、最高のスポンサーって誰みたいな、そういうニュアンスの発言をしたときに、ジェシーが、バルジっていうね、名前を出して、それに対してフォーはね、おい、ジェシーみたいな、名前出すなよみたいな感じで言って、で、その後にジェシーが構わねえって言いましたね。はい。で、その後、ジェシーがバルジにはスウォードで暴れると同時に裏切り者をあぶり出せって言われてさっていうところで、この裏切り者っていうのは、あれですね、西郷ですね。山王の警察の西郷ですね。雨宮博人をね、スナイパーからね、守った救世主ですよ。はい。で、そんなこんながあって、ちょっとね、空白あって、で、その後にクセリュウシンの妻がね、バルジが手を引いたっていう発言があって、何から手を引いたのかっていうと、カジノ建設計画ですね。はい。で、まだこの手を引いた段階っていうのは、クリューグループと政治じゃないわ。誰だっけ政府か。癒着がまだ暴露されてなかったタイミングだったんですよね。だから、バルジは、すごいですね。予測力が半端ないなって思いましたね。相当頭が切れる人物だなって思いました。強敵ですね。はい。で、ファイナルミッションのエンドロールの後に、アイスが Where is バルジって言って、ジェシーが Next Stage って言ってましたね。で、これですよ。This is バルジ The Takeover Plan has begun というところでね。はい。だから英語圏の人なのかなと思いました。乗っ取り計画が始まっちゃってるよってね、伝えてくれてますね。はい。で、二つ目の伏線についてね、見ていきますと、未回収のね、チャンソンというところで、ハイアンドローザムービーにね、出てきましたよね。ハイアンドローザムービーはクリューじゃなくて、チャンソン VS スウォードみたいな感じでしたから、チャンソンの代理戦争みたいな感じで、ダウトとね、マイティが出た感じなのでね、はい。で、韓国の組織、韓国を活動の拠点としつつも、規模拡大を求め、スウォード地区の支配を目論む。表立った構想を避け、水面下での工作を展開するっていうところになっております。はい。で、ボスがチャンですね。はい。虎視眈々と日本の利権を狙う。で、リーが、ボス、チャンの息子、非常に切れ者で、琥珀の過去を徹底的に調べ上げ、その中で得たある情報を提示し、琥珀にスウォードへの侵攻を進言する。自分の思うままにことが進んでいくことが何よりの優越であるというところになっております。はい。で、一応ですね、チャンスの狙いとしては、一番最初のドラマのシーズン2第5話で言われてるんですよね。アイスが、あいつらにもメリットがあると。カジノの建設とかなっていうね。はい。だから、クリューと同じでカジノの建設が目的なのかなっていうのは、個人的にも感じました。はい。で、琥珀とのシーンというところで、ビルの屋上で、リーと琥珀が喋ってるシーンあったと思うんですけれども、そこでリーが言ってたのが、スウォードを拠点にできたら我々はクリューを落とすつもりだというところで、だからクリューと敵対してる、第三勢力って捉えるのが正しいのかなと思っております。はい。で、コンテナ喧嘩直後というところで、コンテナ街の喧嘩で、スウォードが勝ちましたと
チャンソンにスウォードが勝ちました。で、ロッキーが相手はクリューとチャンソンだって言ってましたね。はい。で、スウォードに敗北した後に、だから、ハイアンドロザムービーの、エンドロールの間にね、こういうシーンがあったんですよ。リーが、ボスに対して申し訳ありません。お父さん今回の計画は失敗したようですと。で、チャンが何やってんだこのガキふざけるな。皆を呼び集めろってね、ブチ切れしてましたね。はい。で、リーが最後ね、スウォードぶっ殺してやるっていうところで、これでね、チャンソンの出番終わりましたね。うん。だからこのミナっていうのは気になりますね。このミナって誰？ダウト？マイティなのかな？うん。で、一応ね、エンド・オブ・スカイで、チャンソンの名前が出ておりまして、あれ、スウォード協定を結ぼうっていうね、コブラが持ちかけた時あったじゃないですか。エンド・オブ・スカイの序盤あたりに。で、そこでコンテナ街の喧嘩の後、俺たちの敵はクリューとチャンソンだと分かったっていうところで、だからこっからチャンソンまた出てくるのかなってみんな思ってたと思うんですけれども、でも出てこなかった。だからちょっとね、不完全燃焼ですね。はい。で、続いて3つ目ですね。竜とはっていうところで、マイティウォリアーズに竜っていましたよね。剣を使ってる。これはですね、クセ粒子の実の息子マイティウォリアーズに加わった木は唯一描かれていないと。無限が7人体制の時、セイラが加わる以前にはすでに仲間に入っていた。現在は竜界会長ということになっておりますね。はい。聖竜島というのが聖竜島の達人、かつてマイティウォリアーズの一員としてソードと戦い、ルードボーイズのスモキを背中から切りつけ重傷を負わせた。総裁粒子の息子であり、その血筋と上園を殺したことから、グループの一角となったダウトとの抗争終結寸前に全身会が乗り込む情報を事前に入手し、現在もつながりのあるマイティのアイスに連絡し、退避を促したというところになっておりますね。だから別にマイティウォリアーズを裏切ったわけじゃなくて、今もね、つながりがあるっていうところになっておりますね。はい。で、やっぱり、竜の過去が気になりますね。竜の母親が、実の母親じゃないんですよ。そう。だからそこも気になっちゃうんですよね。はい。だからもうちょっとね、描いてほしかったなっていうのは、個人的に思いますね。はい。で、続いて4つ目かな。琥珀とつくもが海外に行った理由というところで、ザ・レッド・レインの終盤で雨宮兄弟から託された USB を琥珀がね、譲り受けて託されて空港にね、向かうシーンが映し出されましたよね。それでエンド・オブ・スカイで海外から帰ってきたら駐車場で源氏に襲われるっていうところでね。だからこのザ・レッド・レインとエンド・オブ・スカイの間で海外でつくもと琥珀は何をしてたのってね、結構視聴者の間で疑問を持たれてますね。はい。で、実際にエンド・オブ・スカイで雨宮ヒロトに海外で何してたって聞かれたんだけど、琥珀は答えなかったんですよ。はぐらかしたんですよ。だから、より一層謎が深まるばかりで。で、やっぱり視聴者もね、そこに疑問を持った方いますので、なんか映画のパンフレット、で、アキラが空白の時間、二人がどこで何をしていたのか想像するのもハイローの楽しみかなと思います。もしかしたら今後スピンオフで明らかになるのかもしれないけれども。でもそうやって謎が謎を呼ぶ作りもハイロー流のエンターテインメントかなと思います。というところになっておりますね。はい。個人的にはクリューからの逃げるためなのかなと思っていますね。あとは、ね、元無限メンバーの太田小西の、格闘技の応援とかね、あるのかなと思ってますね。はい。で、ラストが、これ前回の動画で言いましたね。ハイアンドロザワーストの謎というところで、首吊り島にあった開かずの扉401号室、そして絶望難地の殺人島の104号室に開かずの扉があって、で、この2つに誰が住んでるのっていうね。そこがまた未回収ですので、はい。というところでね、以上が5つの伏線でした。一応僕が捉えきれる限りのね、伏線をね、出しましたけれどもね、多分拾えてないところも多分あると思います。だから皆さんコメント欄で教えていただけると幸いでございます。